今回はですね、一眼動画の撮影に関わる重要なシャッタースピード、こちらの話をしていきたいと思います。どうもこんにちは、鈴木です。前回ですね、フレームレート FPS について簡単にお話をさせていただいたんですけども、今回はですね、それに結構関係が深いシャッタースピード、こちらのお話をしていきたいと思います。まずシャッタースピードっていうものがですね、どういう仕組みなのかと言いますと、例えばこの50分の1秒とか4000分の1秒とか、それぞれ結構数値に開きがあるんですけど、その数値っていうのがですね、このシャッターが開いてる時間を表します。ですので、この50分の1秒間に1回シャッターが開く場合と、4000分の1秒間に1回シャッターが開くってなると、かなりのこの開いてる時間に差があるんですよね。なんでこれが何が違うのかって言いますと、その分光をですね取り込む時間っていうのが長くなります。そうなると被写体っていうのがですね自然に明るくなるんですよね。一眼レフの動画の場合はですね、基本的にはシャッタースピードはですねフレームレートのかける2倍っていうような基本的なルールがあります。っていうのが、このシャッタースピードっていうものをですねむやみに数値の細かい何千分の1とかに上げてしまうとですね、その分この映像がパッ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 ってパカパカした写真になってしまうんですよね。こちら、見てもらったら分かるんですけども、こんな感じでですね、このモーションブラーって呼ばれる適度な残像感っていうものが最適に出るのがフレームレートのかける2倍というふうに言われています。ただ、その分シャッタースピードっていうものがですね基本的に数値が大きくなってしまうんですけども、その場合ですね屋外とか明るすぎる場所とかになってしまうとですね、すごい明るいなっていうふうになってしまうので、その場合はですね ND フィルターを入れるなりとかして、基本的にはですねシャッタースピードはそこを守れれば適度なブレのある綺麗な映像が撮れるのかなと思います。どうしてもですねあまりにも火が強すぎるっていう場合とかは、多少なりですねシャッタースピードっていうものを数値を細かく刻んでいったりとかするんですけども、結構映像のこの流れっていうかその揺らぎみたいなものが、結構比較して見慣れてくるとすごい違和感を感じてきたりとかしまうので、そこはですねなるべくシャッタースピードは変えないようにしていきたいなっていうふうに考えています。はい、こちら左が24フレーム、右が60フレーム、どちらもシャッタースピードは2倍で撮影しています。こちらプロジェクト自体がですね24フレームなので、この60フレームのフッテージを使うとですねどうしてもコマ落ちが発生してしまいます。でこのコマ落ちっていうのがですね24フレームが1枚の映像に対して60フレームで撮影したものはですね約3倍、3枚分の映像が記録されています。ただそれがですね1枚分しか見せることができないため、どうしてもパカパカした映像になってしまいます。はい、続いてはですね 24fps と 60fps をですねそれぞれ共通のシャッタースピードである、ベース fps の2倍の48分の1で撮影してみました。するとですね 60fps のフッテージもこの 24fps のモーションブラーとほとんど変わらないような映像になっています。ただしこの場合スローモーションで使うとなるとブラーが大きすぎるので、やはりですね等倍速で使用する場合は通常のフレームレートで撮影することが望ましいと思います。で続いてですねスローモーション、スローモーションの場合っていうのは、最適なシャッタースピードは何なのかっていうような、検証をしていきたいと思います。でこれに関してはですね個人的にもちょっと疑問に思っていて、例えば 120fps で24フレームに換算したスローモーションにした場合っていうのはですね5分の1、20% のスローモーションが可能になっています。ですので、じゃあ例えば24フレームになるんだったらシャッタースピードは24フレームで計算した50分の1ぐらいが最適なんじゃないかなとか思っちゃったりするんですけども、果たしてですね実際の完成のフレームレートに近いシャッタースピードで撮った場合と 120fps の約2倍である250分の1、こちらのシャッタースピードで合わせた場合どちらがですね綺麗でしっくりとくる映像になるのかっていうことを検証してみたいと思います。はい、今からですねこちらでちょっと検証していきたいと思います。ちょっと画質はですね申し訳ないんですけども、フル HD になります。でまずですねこちらが、フレームレートがですね 120fps で、シャッタースピードはですねその中でも、最も下限の125分の1になっています。本来ですね、例えばその 120fps であればその2倍の 240fps っていうものが、最適なシャッタースピードになるんですけども、果たしてですねそれが、125分の1なんでほぼほぼ、FPS と同
相当の、数値、約1倍っていうところなんですけど、それでですねどれぐらいのモーションブラーが発生するかということを、検証してみたいと思います。それではですね手を振ってみるので、これを今からですね20%スローにして、実際どれぐらいブレが出るのかっていうのを検証してみたいと思います。いきます。どうでしょうか。はい、じゃあ続いてはですね、シャッタースピードが一応これもですね 120fps に一番近い250分の1に設定しました。で、F 値は変わらずで、その代わりですね若干暗くなるので、ISO感度の方で、若干ですね明るさを調整しているような感じになっています。ではですね、こちらが、おそらく、通常であれば、通常のルールであればですね、FPS の、2倍、約2倍ということで、最適なシャッタースピードかと思うんですけども、先ほどのですね、125分の1と、どれぐらいモーションブラが違うのかっていうことを、今から検証していきたいと思います。それではいきます。はい、こういう結果になりました。どうでしょうか。はい、どうだったでしょうか。このようにですね、シャッタースピード、最も加減のシャッタースピード、加減ですね、そうシャッタースピード大きくって言ってましたけど、これは小さいというふうに言った方が適切なのかな。一応その加減の125分の1と、それに対して2倍の250分の1でどれだけ絵に差がスローモーションにした場合でですね、絵に差が出るのかということを検証してみました。個人的にも気になってた内容だったので、こういった結果で結構納得しています。基本的にはフレームレートのかける2倍っていうものでいいのかなといった印象です。ただし、フレームレートが、高くなってしまうとシャッタースピードのその分数値が大きくなってしまうので、絵が暗くなってしまうからですね、その場合あえてブラを加えたい場合だったりとか、少し明るく撮りたいという場合っていうのは、何段階か調整っていうのは全然ありだと思います。はい、こんな感じでですね、カメラに関わる話だったりとか、その他、趣味のファッションだったりとか、筋トレだったりとか、いろいろ動画投稿していきたいと思っていますので、今回の動画がですね、もしよかったなと思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いします。それではですね、また次回お会いしましょう。さよなら。